違えたかもしれん。やらかしたかも。14年だから。あ、14年？うん、あ、すごい長生きめっちゃ。何してるんや一体。こんな暑い日にキャンプ着く前に死ぬわ。歩いてきたって言ったらびっくりしてた。もう景色めっちゃいい景色やねんけど、楽しみにしとってくださいね皆さん。次は終点関西空港です。次は終点関西空港です。6時半の飛行機に乗るためにこの時間にやってきました。今やっと5時前です。今からチェックインします。全然眠れんかった一番乗り。脱出中の状態を起こしてスライドを滑ります。では皆様のご搭乗を心よりお待ちしています。こんなおおきに。Dear passengers, welcome arrived at Naha Airport. 飛行機内での通話はご遠慮ください。2個が使えます。髪の毛がもう髪の毛がシャツでぐちゃぐちゃ。決済方法を選択してください。
だ朝早すぎて店閉まってるわ。でももう10時にはなるんかな。買うなら今がチャンスですよ。店内にもいろいろ商品ありますので、ぜひご覧ください。中の方も大変お安くなっておりまして、あれ聞いたら引き寄せられるように行ってしまいます。11時に沖縄のランチを食べに行きたいから、ちょっとそれまでうろうろしとこうかな。定番の商店街の入り口、このずーっと奥を行くと市場とかがあって、ちょっとそっちへ向かいたいと思います。今日定休日やわ。なんか閉まってんなと思ったんよな。みんなこの多分暑いからこのおかげで寝転んでる。沖縄版の飛び出し坊や発見。飛び出し坊やって滋賀県発祥やねんね。長さ。沖縄に来たらここでお昼ご飯食べるんですけど、結構種類は豊富で。暑い。もう入れますか？はいどうぞ。はい。そんなに今はお腹空いてないから見つけてでしょ。スープは沖縄そばで、ぜんざいで。はい、どうぞ。長さといえば紅茶。ありがとうございます。煮付け定食。沖縄らしい料理やな。めっちゃだしが美味しい。人参がめっちゃでかい。キャベツのサラダと煮物の組み合わせ面白い。そばもありますからお願いします。はい。定食、はい。ありがとうございます。ごちそうさまです。沖縄の素朴なご飯好きなんですよ。見て、めっちゃ絡まってんねん。絡まってる。絶対可愛いパオルこれ。この絶妙に影のところに暑いんやろなきっと。明日のキャンプの食材をちょっといろいろ買いたいと思います。ここは平和通り商店街。多分この先に市場みたいなのあるはずやねんけどな。ここや。新天地市場本通り。地元の人が行く商店街って感じで。この商店街の雰囲気がめっちゃ好きなんですよ。ナポリタン安い。沖縄の七夕、こんな花がついてる。めっちゃなんかすごい派手やな。ここだけかな。服着てる。七夕やからかな。ちょっと市場に入ってみよう。ぐらい七夕が盛大やな。沖縄って。沖縄県産にマンゴー買ってみようかな。明日食べる。ありがとうございます。ホテルに冷蔵庫があるはずやからそこに入れて明日食べようと思ってるけど今日食べてしまいそうな予感。ここももう中身に買ってる。
意外とこうやってこういう落書きが意外とめっちゃ多い。スーパーといえばマックスバリューイオン系列です。いいよ。何しよっかな。沖縄は本当に弁当が安い。358円でスーパーで売ってることないもんな、大阪ではまず。沖縄のマグロ、これ美味しいよな。めっちゃ美味しいね、沖縄のマグロって。これ初めて見たな。森永カフェやって。沖縄の森永なんや。これ今日行った花笠のアイスティー。花笠のアイスティー全部でかい。飲み物が何でもでかい。まるちゃんジューシーのお米。さていよいよホテルに向かいます。なんやかんやで明日のキャンプのご飯がちゃんと決まりました。でも明日暑すぎて食欲が出るかがめっちゃ心配すいません、ちょっとロッカーに荷物を預けてて荷物取り出したりいいですか？大丈夫ですよ、ロッカー出してください。はい、すいません。ありがとうございました。沖縄いいとこよな。何回来てもいいところ。10回以上は絶対来てるから、それでもまた来年も来たくなるよな。1年に1回は来ないと気が済まない。これやな。マンションみたいなコンドミニアアイス。マンションタイプのホテル。こんにちは。チェックインです。お名前聞いてもよろしいでしょうか？あ、いたいた。洗濯機もついてるから長期滞在にはいいな。ここのって綺麗綺麗。あ、よかった冷蔵庫もある。綺麗やわ。これ住めるわ。いい涼しいわ。綺麗めっちゃ。なんか一泊じゃもったいないぐらいやな。で、夏用のメッシュを背中にこれをつけることで背負いやすくなる上に夏はここが蒸れなくてめっちゃいいんですよ。からの景色はオーシャンビューじゃなくてビルリングビューです。今日は早めに寝よう。今年一番の暑さになるみたいで熱中症には気をつけなあかんわ。やっぱりちょっと睡眠不足があったからもう8時ぐらいには寝てめっちゃずっと寝てました。ちゃんと暑さ対策も徹底していきます。暑さがほんまに心配じゃあ行ってきます。さあ2日目、今からまだ昨日買えなかった食材を買いに行きます。まず商店街巡りが好きで日本各地いろいろ行ったら絶対商店街行くようにしてて、
商店街にその地域の暮らしが見えるから好きなんですよね。そういや沖縄の七夕の謎が解けたんですけど、沖縄は七夕をなんか旧暦の7月7日にやってて、今年は沖縄は8月10日やったかなに七夕をやるんですけど、本土でやってる七夕とは意味合いが違くて、沖縄の七夕はなんか家族みんなでお墓参りに行く、なんか先祖を迎える準備をする日だそうですね。沖縄の七夕って飾りが面白い。いや旅行でそう今日からキャンプに行こうと思ってて、どこに行くのかな。南城の方まで行くんですけど、暑いのにキャンプするの？一回ちょっと沖縄で暑い日にやってみたいなと思ってて。知らない人本当に何でもやめた方がいいよ。そうですね。絶対そうなんです。この暑さで寒めん気をつけてよ。ありがとうございます。そこでちょっと惣菜とか買ってみる。こんにちは。これとこの野菜一つください。270円。めっちゃ安いからびっくりした。ありがとうございます。はい、どうも。どうも。そう買ったんですけど、安すぎて違いかと思った。んぼのぶと木原まで。こんにちは。こっちは味濃いですね。こっちはあっさりしてる。どうなんすあっちがまだちょっと人気あります。こっちのが人気あるんですか。木原ね。あんならこっち一つください。はい、どうも。はい、ありがとうございます。どうも、目的のもの買えたから嬉しい。ニャンコが現れた。ボス猫。こんにちは。ビビるから。あ、怖がりなんですね。マジもう外出ないからここの周辺だけど。私で14年だから。あ、14年？あ、すごい長生きめっちゃ。こうちゃん。こうちゃん。ちゃん見て。ちゃん見て。元気でして。いろんな猫にゃんがおるから絶対楽しい。ここにも猫にゃんおるわ。2匹もおるわ。3匹もおるわ。こんにちは。昨日もあったかな、確か。尻尾だけ手に触れてる。撫でろよみたいな。撫でへんねんなみたいな感じ。背に泣いてる。混雑時には車内は那覇空港駅行きです。次の停車駅は三重橋です。方はこちらでお降りください。This train is bound for Nara Airport. 旭橋の駅にある大パに100均がダイソーがあるみたいなのでちょっと乗っていきます。すごい汗かくから T シャツが欲しいな。着替えの食券人形1個で足りると思う。食券人形1個でこれ効くかな。全然こういうの持ってこんかったから。あ、100均も行けたし、今からバスセンターの方に向かいます。えらい地面めっちゃ濡れてんねんけど、さっきポチポチしてたから割とザーって建物におる間にザーって降ったんかも。合ってるかな。どれか分からん。すいません。公園
前ってな。道路挟んでお向かい側であ、一つそうなんですか。はい、場所です。はい、ありがとうございます。なんか渡ってあっちの今バスが止まってるところやった。間に合わんかった。これ難しいんよな、バスって。バス間違えたかもしれん。やらかしたかも。すみません、ここにはもう行かないですよ。登録行きますよ。これ行きますか？行きますよ。ありがとうございます。ここに行きたい。全然違う。多分間違えてんの。わからんな。260円入れてください。はい。どうもありがとうございました。思ってたのと違う。駅に行きたかったんじゃなくて、駅に行くのと全然電車で行ったらよかったんですけど、56っていうバス停で降りたかったんですけど、さてどうしたらいいのよ。やっぱり間違えたんや、バス。湿地センターの方へ行こうと思ってたんですけど、もうここから24分ちょっと歩いてみようかなと思います。暑くて熱中症になるかもしれへん。でも結局この行き方やとどうしようもないので、レンタサイクル自転車見つけました。これに乗ったらいいんちゃん。アプリ入れてキャンプする熱中症になるかもしれない。これはもう日本やからできる。海外やったらこんなうまいのでいかんかな。これを解除。すごい開いた。初めて電動自転車乗るんやけど、なんなんこれ。こんな楽な。こいでないやん、ほぼほぼ。びっくりした。信じられへんねんけど。こうかごめんね、普通細い道ではないと思うけど、こっちがまさかのこの細い道やったわ。Google 先生結構細い道も普通に案内してくれる。Google 先生的にはこの道を降りて行けってことなんですけど、どう見ても階段やから。よし、じゃあちょっと遠回りしよう。何してるんや一体。こんな暑い日に気持ちいいから調子乗いてこいどったら全然反対方向行ってた。電動自転車が気持ちよすぎて買いたいもん。電動自転車買って旅に出たい。ってたらものすごい急な坂。これ降りれる。やっとや。マンコウォーターバード&ウェットランドセンター。やっと着いた。なんか自転車で行った割になんか30分以上かかった。道のってしまった。それと想定外にバスを乗り違えたからめっちゃ時間かかってキャンプ場行くのめっちゃ遅れそう。
あんまり観光客が行くとこじゃなさそう。暑いのでクーラーもこの部屋のクーラーもついてる。許可をもらったんで特別に中で弁当を食べさせてもらいます。助かる。200円の弁当。とにかく暑い。めっちゃ美味しい。味付け最高。ソーセージみたい。ハンバーグか。全部ちょうどいい。めっちゃ美味しい。チーヤは小さな琉球石炭が出てきた小島やねんて。ここ島になってるらしい。なんか出そう怖あんま時間がなくって自転車にすごい時間かかってしまったから、しかも昼間やし一番暑い時間やからおらんやろな。おーすごい。見てください。これぞ南国って感じ。いっぱい昼着かな。短い木がいっぱい。なんかおる鳥取ってみよう。やったー。野鳥観察したかったから嬉しい。引いてんのもまた面白いんやな。ハゼとかカニとか、ちょっと待って、めっちゃいっぱいカニ出てきた。ちょっと待って。何これ、何の生き物やろこれ。ハゼかな。お、ハゼも出てきた。めっちゃ時間を押してしまっているので急いでキャンプ場へ向かいます。返却、車両返却しますか。電車乗ってやっぱりちょっと着くの3時半ぐらいになりそうやな。ちょっと疲れた。まあでもこういうのも楽しいけどな。なんか心拍数が上がってる感じやわ。次の停車駅は坪川です。The next station is 坪川。もうバス乗り場が
どこか分からへんから聞きます。さっきも分からへんかったから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。市役所なんですけど、めっちゃ大きいな。結構ここまで遠かったな。この目の前なんですよ。この遊園地ホテルっていうんですけど、これのこの中の向こうの方にあるキャンプ場に行きます。沖縄で徒歩キャンプってあんまなかなかいい日やった。沖縄でキャンプするのは夢やったから、いよいよ夢が叶う。楽しみ大変やったけど、いろいろ不安やったけど温泉がある。こっちがホテルですね。お腹すいた。さあキャンプ場まで10分ぐらいかな、多分。ちょっと不安要素がいくつかあって、まずは暑さに耐えられるのかっていうことと、あとなんか蚊がめっちゃ多いイメージだったけど、今んとこ1回も刺されてないし、あとは寝てる間にヤドカリとかカニとかハブとかそういうのがちょっと怖くって心配やったから、なかなか沖縄キャンプには来れんかったんですけど、やっと夢を叶えますまあ結局やってみな分からんよな。行っていいな。いやトイレトイレがある。スポーツ受付、めっちゃ爆音で音楽流れてるこんにちは。今日はカンソロだそうです。まあでもここなんかあんま怖いイメージないかな。ホテル泊まってる人ぐらいしかここに入ってくることはないし。うわ景色、ちょっと景色チラ見えしてんけどめっちゃ綺麗やねんけどちょっと待って、めっちゃいい景色やねんけど、楽しみにしとってくださいね皆さん。タンポポに似てるけどタンポポじゃない花が咲いてる。スカイサイトなんですけど。スカイですか？はい。スカイめっちゃ上です。え結構歩けますよ。頑張りますありがとうございます。歩いてきたって言ったらびっくりしてたっていうか場所もっと遠いとこやったらしいです。これ火くれるわ。でも沖縄火長いからな、大阪より。頑張ろう。めっちゃ坂やし暑っ。お腹すいた。誘導がもうモコモコやで。うわあった、スカイオーシャンサイト。暑い。やばい、日差しいた。スカイオーシャンフィールド、すごい綺麗。じゃあ皆さんにお見せしましょう。じゃん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 。すごい、めっちゃ綺麗。
カメラで見てるからあれやけど、なんか思ってた以上に海が近くて、うわめっちゃ綺麗な海やで。嬉しい。ここ独り占めや。景色はめっちゃいいねんけど暑すぎるわ。竹一つないで暑すぎる。絶対香りそうなところ。影やと涼しい。テント張ってもおられへんやろな、テントにした。日差しはめっちゃ暑いけど、ここ結構風が通るから、それがなんか自然の扇風機みたいになってて、これ多分濃いめのタープとかあったら全然過ごせそうかも。キャンプ場行きたかったとこに行けなかった。で、急遽ここにしてどうかなと思ってたけど、この景色を見たらもうここに来てよかったって今めっちゃ思ってます。めっちゃ久しぶりの白いテント。インナーはオールメッシュで、ほんで、屋根みたいなの作れるからこれにしました。ホテルにプールがついとって、プール見えたんですよ。めっちゃ気持ちよさそうやった。プール入りた。いや、水着買おうかな。明日プール入ろうかな。めっちゃ暑い、ほんまに。割とあっという間にテント立てれました。いやー、綺麗な景色。ちょっと熱中症になりそう。一旦ちょっと退避しようかな。さっきのスポーツセンターの方へ。もうちょっと日落ちるまで。そうしないとちょっとあかんかもしれん。こういうところかハブが出てきそう。貧血気味、ふらってする。ほんまに涼みに行こう。どっちも好き。こっちや。来た。おー、涼しい。過酷や、今日は。なんか一日がすごい長い。レンタカーとかでさーって行くのもいいけど、地道にサイコロを進む感じのキャンプも楽しみ。最高。ちょっと過剰糖質やけどもう一個だね。一旦今のやつは普通のアイスに比べたら半分サイズやから食べて大丈夫。次はソーダやな。気持ちいい。
5時半前ぐらいなんですけど、さっきよりだいぶ日が陰ってきて、ちょっと暑さマシになったかも。ここにもソロサイトがあるって書いてるわ。じゃあここにガジュマルソロやって、うわここでキャンプするのではすごいな。ちょっと怖いな。勇気がかなりいるなんかテントもうちょっと奥に張ったらよかった。こんなに空いてんのになんでこんな前に張ったんやろ。自分でも分からへんテントが影になってるから、これは暗くなる前にご飯やってしまった。これは100均で買った蚊取り線香をつけてみる。太巻きバージョンやって、まあ今回飛行機で来てるからガストーチとか持ってこれんくって、まあ、マッチは一つだけ持ってきていいって書いてあったから、これ貼ってダサいバージョンです。なんか湿度高いかなと思って紙のままやったら、だからこれに入れたらいいかなと思って。失敗は許されへん。多分やけど、めっちゃ綺麗な星見えると思う。このまま晴れてくれたら。まあ怖い感じ。やらかした。わあすごい。めっちゃショック。落ち込む。渡る必要があって、これ失敗したらさっきの絶望からの転落になっちゃうのこれ。なんかこういう家沖縄らしい。四角くて白くて上に木がはみ出てる坪谷ウフシーサー。シーサーはライオンをモデルとする架空の動物。もう刺さる暑さ。ここの通りめっちゃ好きなんですよ。この壺は亡くなった人のお骨を入れてお墓に納めるための壺らしいです。でこの辺はなんか第二次世界大戦の被害が少なかったみたいで、それで結構古い街並みも残ってるそうです。もうプロで撮影してるんですけど、熱停止しそう。この建物も古いな。でももう誰も住んでないっぽい。ここすごいわ。うわちょっと下ってみるか。すごいなこの景色。沖縄らしいなんか青い空と白い建物と緑。戦争がなかったら今もたくさんのこういう古い家が残ってたんかな。歩いとったあそこににゃんこ寝てるほらセミが鳴いてます。沖縄に着いたらもうセミが鳴いてました。さすが一歩進んでんな。
大和の人も大変やな、荷物運び。路地裏にやってきました。これあれなんやな、古い家と比較的新しい家を増築したみたいな感じになってんねんな。坪屋一丁目。うわ、この辺り良さそう。でも草ぼうぼうやけど。いや、こっからの景色はまるでエーゲ海やな。なんかこういう街並みほんまに好きやな、古い街並み。うわ、もう朽ちてるわ、住んでなさそう。市民通りの最後の方のこの曲がったところにまた古い家があります。小さにも似ている。暑すぎやからさっきの猫にゃんみたいに影を歩く。涼しい。通れるかな。行き止まりの可能性はあるかな。こうやって新しいマンションも多いイメージで、まあ入れ替わってんねやろな。ちょっと一旦カフェに待機しようかな。いちごバナナ草節。まあまあ怖い感じ。やらかした。わあ、すごい。めっちゃショック。落ち込む。渡る必要があって、これ失敗したらさっきの絶望からの転落になっちゃうのこれ。